人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにマラソン中に遭難する事象とは？マラソンは長距離を走る競技で、体力や精神力の限界に挑戦するスポーツですが、自然環境や天候の影響、疲労などが重なると、マラソン中に遭難する危険性もあります。特に山岳マラソンやトレイルランニングなど、自然環境を舞台にしたマラソンでは、天候が急に変わったり、コースを外れて迷子になったりすることが原因で遭難する可能性があります。遭難する具体的な原因としては以下が挙げられます。コースを外れる、特に自然の中を走るトレイルランニングや山岳マラソンではコースが分かりにくく、間違った方向に進んで迷子になることがあります。天候の急変、山岳や自然の中では天候が急激に変わることがあり、視界不良や低体温症のリスクが高まります。体力の限界、マラソン中に極度の疲労や脱水症状を起こし、動けなくなる場合もあります。特に無理をして走り続けると、体が危険な状態に陥ることがあります。道具や通信手段の不備、山岳マラソンや長距離レースでは、装備の不備や通信手段の欠如が命取りになることがあります。マラソン中に遭難した場合、冷静な判断と適切な行動が生存に不可欠です。コースを外れた場合でも焦らず計画的に行動することで、助けを待ちながら生き延びることができます。2、世界各地でのマラソン中の遭難事例。事例1、サハラマラソン1994年。1994年、イタリア人マラソンランナーのマウロ・プロスペリは、サハラ砂漠を舞台にしたマラソンデサーブルに参加していた際に、嵐によってコースを見失い、砂漠で9日間を漂流しました。彼は自分の尿を飲んだり、野生動物を食べて命をつなぎましたが、過酷な環境の中で生き延びたことで有名なサバイバルストーリーとなりました。事例にスイスのアルプスマラソン2008年。2008年、スイスの山岳マラソン中に突然の嵐が発生し、多くのランナーが低体温症や視界不良に見舞われました。数人のランナーがコースを外れて山中で孤立し、救助されるまでの間、厳しい寒さの中でサバイバルを余儀なくされました。この事例は、山岳地帯での天候変化がいかに危険かを示しています。事例3、中国のウルトラマラソン2021年。2021年、中国で行われたウルトラマラソンの最中に天候が急激に悪化し、参加者のうち21名が亡くなる悲劇が発生しました。気温の急低下と激しい風雨により、ランナーが道に迷い、低体温症を引き起こしたことが原因でした。この事件は、マラソン中の天候に対する準備の重要性を浮き彫りにしました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、30代男性遭難期間4時間。30代の男性ランナーがアメリカの山岳マラソン中にコースを外れ迷子になりました。幸いにも彼は携帯電話の GPS 機能を使って自分の位置を確認し、4時間後に無事に元のコースに戻ることができました。彼の冷静な判断と技術の活用が生還の鍵となりました。2、エピソード2、40代女性遭難期間6時間。40代の女性ランナーがスイスでの山岳レース中に天候が悪化し、視界を失って道に迷いました。彼女は持っていた防寒具を着込み、
雨が止むまで身を隠し、6時間後に救助隊によって発見されました。彼女の防寒具と冷静な待機行動が生還のポイントでした。3. エピソード3 50代男性遭難期間1日。50代の男性が日本のトレイルランニング中に体調を崩し、動けなくなりました。彼は近くにあったシェルターに避難し、救助が来るまでの間、非常食と水を少量ずつ摂取しながら過ごしました。1日のちに救助されましたが、体力を温存するために無理に動かず、計画的に行動したことが生還の要因でした。4. エピソード4 20代男性遭難期間2日間。20代の男性がカナダの山岳マラソン中に道に迷い、2日間山中で過ごしました。彼は持っていた GPS が故障していたため、川沿いに進み、平地に降りて救助を待ちました。2日目に捜索隊によって発見されましたが、自然の地形を利用した彼の判断が生還の鍵でした。5. エピソード5 40代女性遭難期間3日間。40代の女性がオーストラリアの砂漠マラソン中にコースを外れ、3日間砂漠でサバイバルを余儀なくされました。彼女は日中は極力動かず、夜に水を求めて移動しました。最終的にヘリコプターによって救助されましたが、日中の暑さを避けるという彼女の戦略が生還の決め手となりました。6. エピソード6 50代男性遭難期間5日間。50代の男性がニュージーランドでの山岳マラソン中に道を見失い、5日間山中でサバイバルしました。彼は雪が降る中、木々の間に避難し、持っていた食料を節約して耐えました。救助された際には低体温症寸前でしたが、防寒具を着用して体温を維持したことが生還のポイントでした。7. エピソード7 30代男性遭難期間9日間。30代の男性が南米のジャングルで行われたウルトラマラソン中に嵐で川が氾濫し、道がわからなくなりました。彼はジャングルで9日間漂流しながら、持っていたナイフで植物を切り分け、川の水をろ過して生き延びました。救助された際には衰弱していましたが、ナイフを巧みに使った彼のサバイバル技術が生還の決め手となりました。4. 事象を克服する技術と方法。1. コースを外れた場合の対処法。迷子になった際には無理に移動せず、現在地を把握しようとすることが重要です。エピソード1の男性のように、携帯電話や GPS を活用して自分の位置を確認できる技術が生死を分けます。迷子になった際には無理に走り続けるのではなく、元の道に戻る努力をしましょう。2. 防寒具の着用。山岳地帯で遭難すると、夜間や天候が急に悪化する可能性があります。エピソード2やエピソード6のように、防寒具を適切に着用して体温を維持することで、低体温症を防ぎ、生還の可能性が高まります。特に山岳マラソンでは、軽量で保温性の高い防寒具が必需品です。3. 水と食料の確保。遭難が長引くと、水や食料の確保が生存に直結します。エピソード4やエピソード7のように、自然の中で水源を探し、植物や昆虫などを食べて命をつなぐことが重要です。また、非常食を持参しておくことでエネルギーを確保できます。4. 体力の温存。遭難中は無理に移動せず体力を温存することが重要です。エピソード5やエピソード3のように極力動かず、適切なタイミングで行動することで救助が来るまでの時間を稼ぐことができます。5. 避難場所の確保。山や砂漠などで遭難した場合、風雨や直射日光から身を守るための避難場所を確保することが重要です。木陰や岩陰、自然の地形を利用して体を保護することがサバイバルの基本です。6. サバイバルツールの使用。マラソン中に持参している可能性がある簡単なサバイバルツールを活用することも重要です。
エピソード7のように、ナイフやマルチツールは非常に役立つ道具です。ナイフは植物を切ったり、防寒具の調整をしたり、水源を確保するために使えるなど、様々な状況で使用できる万能ツールです。最低限のサバイバルツールを持参することで、万が一の事態に備えることができます。7. シグナルの発信。遭難時には、自分の位置を救助隊に知らせるために、できるだけ目立つシグナルを発信することが重要です。発煙筒やホイッスル、反射ミラーなどが役立ちます。また、日中であれば、大声を出す、カラフルな衣類を振る、石で大きな SOS のサインを地面に作るなど、視覚的に目立つ工夫が必要です。エピソード4のように、自然の地形を利用して自分を目立たせることも有効です。8. 天候の変化に備える。特に山岳マラソンやトレイルランニングでは、天候が急に変わることがあります。エピソード2やエピソード6のように、天候が悪化する前兆を察知した場合は、早めにシェルターを確保し、動かずに天候が回復するのを待つことが大切です。無理に進行し続けると、視界不良や体温低下のリスクが高まります。9. 水分の節約と確保。遭難時には、体力温存と同時に水分補給の管理も非常に重要です。エピソード5の女性のように、特に砂漠や乾燥地帯での遭難では、昼間は極力動かず、夜間に行動することで、体内の水分の蒸発を抑えることができます。また、エピソード7でのように、川沿いに進むことで、自然の水源を利用しながら生き延びる戦略が効果的です。10. 生き延びるためのメンタルコントロール。遭難時に最も重要な要素の一つが、精神的な強さです。エピソード7の男性のように、孤立した状況下で精神力を維持することが生存につながります。絶望に陥らず、常に前向きな思考を持ち、自分にできる最善の行動を取り続けることが重要です。特に孤立感や恐怖に打ち勝ち、計画的にサバイバルするための精神的な強さは生存の鍵となります。11. 自然の地形を利用する。迷子になった場合やコースを外れた場合でも、自然の地形を活用することでサバイバルのチャンスが広がります。エピソード4の男性が川沿いに進んだように、低地に向かって進むことで人里に出やすくなります。また、木々や大きな岩を避難場所として活用し、自然環境を味方につけることで、救助が来るまでの時間を耐えることができます。5. ユニークな提案。1. 小型ソーラー充電式 GPS 装置の携帯。マラソン中に道に迷うリスクを減らすために、小型のソーラー充電式 GPS 装置を持参することが推奨されます。これにより、遭難時でもバッテリー切れを心配せずに自分の位置を確認でき、救助要請も可能です。ソーラー充電により、長時間のレースや遭難でも継続して使用できる利点があります。2. ポータブル淡水化フィルターの携帯。トレイルランニングや山岳マラソンでは、自然の中での水分確保が難しい場合があります。ポータブルの淡水化フィルターを携帯することで、川や湖の水をろ過して安全に飲むことが可能になり、水分補給のリスクを軽減できます。特に長期間の遭難が想定される状況下では有効です。3. 着脱可能なサバイバルブランケットの携帯。山岳マラソンなどで低体温症のリスクが高い場合、軽量でコンパクトに収納できるサバイバルブランケットが役立ちます。着脱可能で防寒に優れたブランケットを携帯することで、夜間の寒さや悪天候に対応しやすくなります。また、反射素材のブランケットは、救助隊が視認しやすいため、シグナルとしても活用できます。6. 励ましと具体的なアドバイス。マラソン中に遭難することは予想外の恐怖と絶望を伴いますが、最も重要なのは冷静さを保ち、自分を信じて行動することです。まずは、焦らずに状況を把握し、無理に移動せずに体力を温存しましょう。水や食料が限られている場合には、慎重に消費し、自然の中で利用できる資源を探す努力を続けることが必要です。
また、精神的な強さを保つために、自分に対して前向きな思考を持ち続けましょう。マラソンで培った忍耐力と精神力を信じてください。あなたには走り続ける力があるように、サバイバルする力も備わっています。サバイバルはマラソンのようなものです。一歩ずつ進み続け、目標を見失わなければ、必ずゴールにたどり着けます。あなたには生き延びる力があります。マラソンで鍛えた心と体を信じてください。困難な状況でも冷静に対処し、サバイバルスキルを生かして行動すれば、必ず救助が来る日が訪れます。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。